皆さんこんにちは。真実はいつも大当たりの向こう側にある女子高生探偵の宮前モカです。モカちゃんの大事な相棒、飼い猫犬助手のワトソンくんですね。この動画は迷える子羊たちの悩みを私が解決しちゃおうって動画でございます。でも高校生探偵のモカちゃんにそんな簡単に依頼来ちゃってるんですね。これが本当に？本日の依頼。1パチ12時間売ったらいくらかかるのか。12時間同じ台を打って待っているのは大勝ちという名の天国か、それとも大負けという名の地獄か。これはとっても気になる内容ですね。でも同じ台を打つんでしょ。お尻痛くならないように気をつけてね。それにモカちゃん高校生でしょ。お金そんなないんじゃないの？あと高校生ってパチンコしていいの？心配ご無用だよワトソンくん。この企画のために渋沢さんいっぱい貯めたんだから。ならいいけど。っていうか高校生が持てる金額ってなんであんな限られてるの？高校生なんて最も遊びたい時期じゃん。マキちゃんとこ行ったり DJ 配信したりネットのみんなとおしゃべりしたり。ストップモカちゃん、陰キャが出ちゃってるな。は、いけないいけない。それじゃ気を取り直して1パチ12時間耐久チャレンジレッツ調査です。本当に気をつけてね。ミヤパチ。朝早くからパチンコ屋さんに並んで休日はもっとゆっくりした方がいいな。いや、これは私にしかできない重要な調査だから。それに私の頭の中にはデータがいっぱい詰まってるんだから。心配だな。さてじゃあぼちぼち始めていきますか。どうか暴動だけは起こさないでね。記念すべき第1回なんで大金星あげたいですね。今回私がプレイするのはみんな大好き東京グールでございます。確かルール10周年記念で出たんだっけかな。あの時は10周年でパチンコが出るなんて全然思ってなかったな。映画化もしてミュージカル化もしたら残ってるものなんてパチンコ化ぐらいだからね。そんなことはないと思うな。さてグールのスペックだけど、通常時の図柄揃い&グールチャージ確率が399分の1、初当たり以降のラッシュ突入率が約 51%、ラッシュ継続率が約 75% でございます。初当たり399分の1、少なくない？まあ比較的出づらい方だね。まずは先手役物落下カスタム。先手役物落下カスタム？へそに弾が入ると手が落ちてくるんだけどね。手が落ちてくるのな。それを設定しない。40、90%、EX って設定できるの。このパーセントが高いほど大当たりになる確率が高くなるってわけ。つまり EX で設定して手が降ってくれば大当たりかつラッシュ確定って感じなんだけど、今回は信頼度 40% で操作開始するね。カスタムすると何か変わるのな？このカスタムの素晴らしいところはパーセントが高いほど大当たりの確率が高くなる。事前に熱いかどうかがわかる。脳汁が出る瞬間を自らコントロールできるだなんて素敵なんでしょう。脳汁、私も出してみたいな。まあでもそんな簡単に手なんて降ってこないな。まあそこは運だからね。じゃあ手が降ってきた。手が落ちるところ取り忘れた。何してんだ。でもここで演出が入ったってことは激アツ展開早くも来たって感じかな。いや、先バレ 40% に設定してるから当たらないこともあるっちゃあるよ。それに今流れてるのは疑似連だから特段何も起きてないよ。そうなのな。ここから金木が誰と戦うかだな。よし来た。まだ西尾の方がいいな。西尾だね。約 32%。対戦する相手によってパーセンテージが変わるのな。スクラッパーが約 22%、 月山が約 25%、 西尾が約 32%。 でも演出がデフォルトなので正直言っちゃうと可能性はかなり薄いっす。また陰キャが出ちゃってるよ。モカちゃん、諦めないで。モカちゃん。そうだよね。可能性はゼロじゃないもんね。よっしゃー、祈るぞー。来いよ金木。私も応援するよ。奇跡来い、奇跡来い、来い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 。頼みます、頼む、モカちゃんのために。どうだどうだ。あ、
にゃ。だろうな。まさに、所有無常にゃ。まさに。みやぱちみやぱちみやぱち。言えた。宮前探偵の12時間1パチ調査は、マイナスからのスタートとなった。しかし、ここで宮前探偵の第2変化が訪れる。僕の居場所を奪うやつ、間違いない。これ覚悟の証明予告、75% だ。ってことはそこそこ激アツにゃ。いや、そろそろビッグに当てたいですね。流れは来てるはずなんだけどな。いや、宮前探偵なら大丈夫にゃ。あー、なるほど。これいけますね。ほんとにゃ。さて、私はちょっと準備があるので、ちょっとモカちゃん、重要なシーンなのにどこ行くにゃ。あんまり気にするにゃ。僕はグールだ。なんで、モカちゃんがグール化したにゃ。多分宮前モカの動画関連で。そんな単語出たの初めてにゃ。バーサスヤモリ。これ約 73%。70% 超え。これは激アツにゃ。ぶっちゃけアモンの方が高いからな。いや、グールクライマックス来てくれるだけありがたいのよ。さっきの鎖弾けがデフォルトだったので約 66%。ちょっと弱いかな。ごめんワトソンくん。さっきの EX 手落ちは勘違いだったような気がする。何のためにグール化したのにゃ。ごめんワトソンくん。やっぱ着替えるわ。ちょっとマジかにゃ。あ、とりあえずボタンは押すわ。何なのにゃマジで。ほんとダメなんかい。やっぱ勘違いかも。さーて、着替えに行くか。難しいな。じゃあ。なにどうしたってリゼ出とる。初めて見たぞ、こんなの。早くグール化するにゃ。つべこべ言わずにグール化するにゃ。おま、そんなグール化することを簡単に言わないで。多分こんなこと今後ないからちょっと見せておくれ。まあ、私も見たかったし、一緒に見るにゃ。よかった。手落ちさすがに見間違いじゃなかったよね。しかも EX で手落ち来てるし、復活ってことはラッシュ確定じゃない。シャーハイパーグールラッシュきたー。エグいな。当たってよかった。ちなみにワトソンくん、なんだ。ラッシュ中はあえてレバブルやインパクトフラッシュみたいな脳汁が出るようなカスタムを外すのがプロの楽しみ方なの。そんなの外しちゃっていいのにゃ。脳汁出したいな。なんでかっていうと、不意に来る告知がたまらないから。全てを台に委ねるこの無防備な状態こそがパチンコの真髄というか。ふっふっふ。モカちゃん、笑い方がキモいな。じゃあ、目玉が迫ってきたな。来るぞ。じゃあ、ゲーミングしてるリゼな。じゃあ、またてな。ワトソンくん、せめて手だけは慣れてほしいな。アトラクションじゃないんだからさ。目の前に手が落ちてきたらさすがにびっくりするなよ。ってわけでラッシュ中に当たりました。何回やってもいいねこの瞬間は。さて、見事ラッシュに突入したら、ここからが本当の勝負よ。この E 東京グールのラッシュの仕組みを説明するわ。画面に3000って表示されててどんどん回収しているな。一体どういう仕組みでこんなに出るな。まず、ラッシュ中は130回転のチャンスがもらえるの。この130回転の間に、約95分の1の確率の当たりを引ければ見事連チャンよ。130回も回せて、95分の1を引けばいいな。それってどれくらいの確率な。パーセンテージに直すと、約 75% で当たる計算になるわ。そしてここからが最大の魅力。見事その 75% を引いて当たった場合、なんと必ず3000発の出玉がもらえるの。3000発、1回の当たりでそんなにもらえるな。そう、1回の当たりで3000発が確定するっていうこの圧倒的な破壊力があるからこそ、この東京グールはすっごく人気があるのよ。当たるたびにドカンドカンって一気に出玉が積み上がっていくわ。ちまちま増えるんじゃなくて、一撃必殺の連続なんだな。それはたまらないな。さらに、このラッシュ中は演出のモードが3つあるの。他の2つのモードも絶対に見せるわよ。月山絶叫モードね。画面の月山の上にボタンができたらプッシュ。月山が絶叫したら当たり。来た。ポチ。びっくりしたな。完全に危ない人な。受ける。
このリーチは大食いの気まぐれリーチよ。画面に出たボタンを長押しして背景のオーラの色が変わるほど期待度が高くなるの。まあ今回は月山が僕のだぞって叫んでくれたおかげで確定で当たるわね。大食い？パチンコの中でフードファイトでもするのかな？違うわよ。リーチの名前はそうなんだけど、映像は原作でも超有名な VS ヤモリでの金木くんの覚醒シーンなのよ。さっき出た覚悟の証明予告と同じシーンね。あの拷問から抜け出して髪が真っ白になるシーンだな。そう、金木くんの精神世界で金木くんがリゼを食らうことで白金木に覚醒するの。すっごく衝撃的なシーンで、初めて見た時はとっても興奮したわよ。なるほどな。今回はもう確定してるから安心して見てられるけど、普通なら金木くんと一緒に覚醒するくらい気合を入れて全力で長押しするリーチなんだな。あ、今の見た。突撃モード特有の突撃告知よ。このモードは告知タイミングが色々あるんだけど、今回は数字がテンパイした瞬間にドカンときたわね。お、突然の確定演出な。びっくりして変な声が出たな。これが出た時点で文句なしの3000発大当たり確定ね。今流れているのは救出リーチよ。トウカちゃんが綾人くんと兄弟喧嘩をしていて、圧倒されてピンチになっているところなの。兄弟喧嘩で救出が必要なレベルってどんな過酷な喧嘩だな。そこに主人公の金木くんが颯爽と駆けつけるのよ。金木くんが助けに来れば見事大当たりで3000発ゲットよ。そして一番美味しいところで金木くんが来たわ。金木くん、最高のタイミングでヒーローみたいに登場したな。ふふん。ちなみに原作だとこの後、金木くんが綾人くんの骨を折って半殺しにする、すっごくかっこよくて痺れるシーンにつながるのよ。トータルの信頼度は約 43% くらいなんだけど、普段は途中で赤文字や赤いエフェクトのチャンスアップが出るか出ないかで心臓バクバクよ。弟を半殺しな。ヒーローのやることじゃないな。なるほど。今回は確定カットインが出たから安心だったな。最終的に13,500玉という大勝利を収めることとなった。いやー愉快。最高な。こんな感じでどんどん回すな。さて誰が出るかしら。まあさっき 40% で外れたけど。でもさっきラッシュ来たから確実に良い流れ来てると思うな。あ、ちょっと待って。この音が鳴ったということはラッシュ確定だ。本当にそんな音あるな。ある。見てたらわかるよ。ほい来るよ。確実に当たるから。しっかり見届けるな。はい、最高。僕はグールだ。宮前探偵すごいな。今回2度目のグールかな。これは気持ちいいな。テロップも金だし最高ですね。いやー最高な。ってわけでハイパーグールラッシュ取ります。気持ちよすぎてえぐい切り方してるな。はい、リゼさんです。なんでまた演出が怖いリゼモードにするな。いや、だってリゼがないともう生きていけない体になっちゃったの。最高。完全に脳汁に溺れてるな。宮前もかの見る影もないな。はい、取りました。宮前もかのファンの皆さん、こんな姿を見せてしまい申し訳ございませんな。宮前探偵やったね。この短時間で大金星を2回も取ってしまった。このいい流れはいつまで続くのか。ワトソンくん見てて。これが探偵の連チャン。そして選ぶモードは当然全開でリゼ襲来モード一択だから。本当にリゼモード好きなね。リゼ主役のスピンオフ作品ください。好きなのはいいんだけどな。さすがに限度があるな。さあここで大チャンス到来よ。本季最強クラスの激アツリーチ、アモン決戦リーチへの発展よ。主人公が強そうな捜査官と戦い始めたな。そう、主人公の金木くんと宿敵であるアモン光太郎の熱いバトルよ。原作でも屈指の名シーンなんだけど、このシーンの後にお名前聞いてもよいですかって主人公が言って、アモンが名前を言った後に出会い方さえいければゆっくり話してみたかったっていうのよ。それがルート A で何より展開なんだけど、すごく好きでね。モカちゃん、すっごくオタクが出てるな。最終的な数字は16,500玉。開始から2時間15分。操作は快調に進んでいった。
いいんですかグールさん。そんな調子よくて。ここまで調子いいと、午後が心配になってくるな。宮パチ。ああ、出玉立った300発のグールチャージ引いちゃった。ワトソンくん。これ、悪い流れのサインだから一度台を休ませるね。またチャージ。チャージ多いな。でもね、右打ち消化中に手が落ちてくれば、1% の確率でラッシュに昇格するの。お願い、落ちて。動画的にもお願いしますな。お願いしますな。1% の壁は高いな。お次はバトル SP リーチの VS スクラッパーよ。見て、金木くんが巨大なスクラッパーから必死に逃げ回っているわ。うわ、すごく大きくて怖そうな敵が追いかけてくるな。捕まったら遺体じゃ済まなそうな。ええ、捕まったら文字通り解体されちゃうわ。でも安心して、このリーチ自体の信頼度はそこまで高くないから、基本的には当たらずに終わることが多いの。当たらずに終わるってことは、逃げ切れないでやられちゃうってことな。主人公なのに情けないな。金木くんが一生懸命逃げようとしてるけど。金木くん、モカちゃんのためにも、お願いしますな。はい、逃げ切れずに外れって感じだね。ねえ、絶対におかしい。なんでたった300発のチャージの方ばっかり連続で6回も引くの？あんまりじゃない。12時間座るって言ったのは、モカちゃんな。ねえワトソンくん、缶コーヒー買ってきた。これ、東京グールの舞台、アンテイクのコーヒー。なるほど、願掛けってことな。こういう原作リスペクトのオカルトを取り入れることで、状況を好転させてみせるから。そういえば、月山ががっつり映るの初めてな。ねえ、そうだっけ？記憶ないのも無理ないな。もう17時な。もう7時間やってるの？逆に言えば、まだ半分ぐらい時間残ってるな。頼む。昼休憩取ってからまだチャージしかしてねえんだ。うへえ。負け惜しみみたいな捨て台詞。カルマー取って静まれって意味だったような。カットインが金だ。これはいけるぞ。午前中に西尾デブルラッシュ入ってるし、これはいい流れな。でもさっき西尾に負けてるんだよな。お願いしますな。うえーい。気がコロコロ変わって大変そうな。僕はグールだ。きた。モカちゃんのグールかな。やっと図柄が揃った。もちろん一発告知チャレンジで。リゼさん好きすぎるな。頼むで。私のリゼさんへの愛は舐めたもんじゃないよ。お願いリゼさん、なって私の脳汁を出させて。さっきの異性がどっか行っちゃったな。頼みます。もう8時間以上やってるんです。この世にあふれるありとあらゆる東京グールのグッズを買い占めます。経済に貢献しますので。ギャー。厳しいな。ならなかった。リゼさん、最後まで出れてくれなかった。アンテイクのコーヒー飲んだのに。ワトソンくん、探偵の目がかすんできたよ。その後、宮前探偵の持ち玉は5000発を切り、宮前探偵の調査は停滞タイムに突入した。赤字ゾーンである1400発を切るところまで弾が減ってしまった。開始から約10時間が経過。2回のラッシュと6回のチャージで稼いだ弾は、ついに底を尽きてしまった。全部飲まれた。でもまだ現金投資するから。チャージ10回目。399分の1を10回引いて 1% の昇格は0。これ何の拷問？誰もが宮前探偵の敗北を確信した。しかし、ここで宮前探偵に転機が訪れた。その時は突然やってきた。しかし、何で12時間調査なんて、依頼が届いたのな。いやー、本当に嘘でしょ？まさか、3度目のラッシュ来るかな。やばい。心の準備ができてない。リゼさん助けて。テンパりすぎて台に語りかけてるな。あ、そんな、ルール化しなきゃな。わかってるって。僕はグールだ。
ここに来てブールかは気持ちいいな。時間的にこれでラストチャンスかな。何？昼間はこれで当たったな。これ絶対当たるな。いや待って、落ち着いて、ワトソンくん。今まさにこの台の状態は最強リッチ。でも入賞時に手は落ちてない。先バレー X の占有率は約 80% だから、残りの 20% のすり抜けを信じるしか。ヤモリ SP ならワンチャンあるはずだから。ということで結果が出たわ。お願いします。総回転数2812回転、ラッシュ2回で確率は1406分の1。本来のラッシュ突入確率は約798分の1だから、全然引けてないわね。単発が1回、ラッシュに入った分も合わせて初当たりが3回だから、実質937分の1よ。初当たり確率は399分の1だから、これもすっごく下振れているわ。そしてチャージ10回、これだけは281分の1で引けていて、完全に余計なところで上振れたわ。天国から地獄へ。チャージばかりが頻発する12時間の長い操作だったな。それで依頼の結果なんだけど、投資8800発、回収0発。パチンコ行くお金があるならディズニーでも行けたな。あともう1回でもラッシュ取れていればプラスもあったかもね。もう少し投資がかさむ覚悟はしていたけど、それでも悔しいわね。もう1回ラッシュが取れていれば、なんて、完全に負けたギャンブラーの言い訳な。あんなにさえ渡っていた名探偵のプロファイリングも、パチンコの確率の波には、勝てなかったな。12時間続ける依頼だったからしょうがないとはいえ、途中で出玉があった時に、スパッと帰れなかったのが最大の敗因な。はあ、今回の事件から導き出された真実はただ一つ。2万発出たら、欲張らずに美味しいものでも食べて帰れ。はあ。完全に机に突っ伏しちゃったな。まあ、モカちゃんは後でケアするとして、ここまで見てくれてありがとうな。チャンネル登録、高評価待ってるな。お待ちしています。